放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第25話運命の再会。黒縁の城を目指して翌朝日が森に差し込み、夜の冷たさを溶かしていく。ユーマとリーナは村を出発する準備をしていた。行くのか、シュリが寂しそうに尋ねる。リーナは少し迷った。この村に残る選択肢もあった。ここで生きていくこともできる。でも昔約束したんだ。それにもっと広い世界を知りたいの。強い意志を込めて言う。そっか。シュリは少し言いよどんだ後、意を決じたように口を開いた。なあ、いいな。昨日の戦いの中、森の奥で誰かがこっちを見ていた気がしたんだ。姿までははっきりわからなかったけど、なんとなくカイルに似てたような気がして。リーナは思わずシュリの顔を見つめる。やっぱりカイル。いや俺の気のせいかもしれない。でもあの場にいた誰かがお前のことをじっと見守っているように見えたんだ。リーナは言葉を失う。昨日確かにカイルの声を聞いた。姿も見た。でもそれはただの幻ではなかったのか。カイル生きてるのを胸が強く締め付けられる。わからない。でももしそうだとしたらきっとまた会える気がするんだ。シュリの言葉にリーナは森の奥へと視線を向けた。風がそっと頬を撫でる。それはまるで懐かしい手のぬくもりのようだった。じゃあそろそろ行くにゃ。シュリは少しの間リーナを見つめていたが、やがて小さくうなずいた。わかった。お前の旅がいいものになるよう願ってる。ありがとう。シュリ。リーナは笑顔を見せた。次に会う時はもっともっと強くなってるにゃ。楽しみにしてるよ。シュリはそう言うと少し照れくさそうに目をそらした。ユーマが隣で静かに見守っていた。リーナ、もういいのか。リーナは力強くうなずき、村の入り口へと歩き出す。振り返ると村の仲間たちが見送ってくれていた。その光景にリーナの胸が熱くなる。私はもう逃げない。自分の足でこの世界を歩いていく。そう決めたのだから。リーナは涙を拭い前を向いた。ユーマとリーナがたどり着いたのは大都市エルバーナだった。高い石壁に囲まれたこの町はかつて商業と文化の中心として映えていたが、今では魔王軍の脅威にさらされ荒れ果てた姿を晒している。町の外れでは冒険者や傭兵たちが武器を手にいつ襲撃が来てもおかしくない状況に備えていた。この都市の北方には黒縁の城と呼ばれる要塞がそびえ立っている。魔王軍の重要拠点の一つであり、周囲には魔物がうごめき近づく者を容赦なく襲っていた。ユーマがエルバーナを訪れた理由の一つはその城にあった。魔王軍の動きを知るには黒縁の城の情報が不可欠だ。冒険者として各地を旅しながら彼は少しずつ世界の状況を知るようになっていた。そして魔王軍の侵攻が着実に広がっていることを痛感していた。ユーマ、ここは物騒な町だにゃ。リーナが落ち着かない様子で周囲を見渡す。確かに冒険者が多いせいか雰囲気も殺気立ってるな。町の入り口では武装した傭兵たちが談笑している。その一方で食料を求める避難民の列ができ、衛兵が目を光らせていた。それでもここなら魔王軍の動向に関する情報が得られるはず。ユーマは町の通りを見渡しながら眉を細めた。エルバーナは黒縁の城に近い。緊迫した空気が町全体を包んでいる。そんな中リーナが鼻をクンクンと動かす。ユーマ、美味しそうな匂いがする。彼女の目が輝いている。ユーマも周囲を見回すと通りの先には屋台が並ぶ市場が広がっていた。焼くたてのパンの香ばしい匂い、スパイスの効いた肉の香り、果物の甘い匂いが入り混じり、活
油が滴り落ち、炭火の香りが食欲をそそる。うまそうだな。ユーマが思わず唾を飲み込むと、イーナはすでに串を一本手に取っていた。にゃふふ。いただきます。彼女はガブリと肉にかぶりつく。シュワッとしてお肉がとろけるにゃ。耳をピクピクさせながら幸せそうに頬張るリーナを見て、ユーマも一本買うことにした。お兄さん、初めて買い、ここの肉は黒エヌシっていう特産品でな。魔力を帯びた草を食べて育つから旨味が濃厚なんだぜ。店主の説明通り、肉は驚くほど柔らかく、噛めば噛むほど旨味が広がる。これは確かにうまい。ユーマが感心していると、イーナはすでに2本目を手に取っていた。もう1本食べちゃおうっと。お前、どんだけ食うんだよ。そんな風に屋台を回りながら、彼らは次々と美味しいものを堪能した。スパイスの効いた焼き鳥、濃厚なチーズがとろける焼きパン、甘酸っぱいベリーのジュース、どれもエルバーナならではの味で、旅の疲れが癒されていく。腹を満たしたユーマたちは、次に酒場へと足を向けた。情報を集めるなら、こうした場所が一番だ。エルバーナの酒場は、冒険者や傭兵で賑わっていた。壁には魔物討伐の依頼書が貼られ、大勢の客が酒を酌み交わしている。いらっしゃい。旅の方がいい。おかみが陽気に迎えてくれた。何か飲むにゃ。お前、酒飲めるのか。ちょっとなら飲めるにゃ。イーナが胸を張るので、ユーマは苦笑しながら軽めの酒を頼んだ。やがて運ばれてきたのは、エルバーナ特産の果実酒。おお、甘くて美味しい。イーナが嬉しそうにグラスを揺らしながら飲む。ユーマも一口含むと、確かにアルコール控えめで飲みやすかった。なあ、ここの近くに黒縁の城ってのがあるだろう。ユーマは隣で飲んでいた男にさりげなく話しかけた。黒縁の城か。あそこに近づくのは命知らずだけだぜ。やっぱり魔王軍の拠点っていうだけはあるってことか。そうさ、最近はさらに物騒になってな。魔族の幹部クラスが集結してるって話だ。幹部クラス、ユーマの表情が険しくなる。詳しいことはわからねえが、最近になって城の周辺で奇妙な現象が増えてるらしい。夜になると空が不気味に赤黒く光ったり、突然魔力の嵐が発生したりな。魔力の嵐、そうだ。普通の魔族じゃそんな現象は起こせねえ。おそらく強大な魔族が何かを企んでるんだろうよ。ユーマは酒を一口飲みながら考え込んだ。強力な魔族が集まっているということは、魔王軍の動きが活発になっている証拠だ。だが、それ以上に気になったのは、最近人間の兵士の姿が目撃されたって話は本当か。おお、耳が早いな。隣の男は驚いたようにユーマを見た。確かに黒縁の城の近くで人間の姿を見たって傭兵がいる。ただの勘違いかと思ったが、目撃情報が複数あるんだよな。それって魔王軍に寝返ったやつがいるってことか。それならまだマシかもしれねえぜ。どういう意味だ。問い返すと、男は少し声を細めた。中には魂を抜かれたような目をした兵士を見たってやつもいるんだよ。魂を抜かれた。まるで操られているみてえだったってさ。もしそれが本当なら、黒縁の城じゃ人間を魔族の兵士に作り変えてるのかもしれねえ。ユーマは無意識に拳を握りしめた。人間を魔族の兵士にする。そんなことがあり得るのだろうか。もしそれが事実なら、黒縁の城には魔王軍の新たな脅威が潜んでいることになる。ここに来たのは正解だったかもしれないな。お兄さん、まだ飲むかい。おかみが朗らかに声をかけた。いや、もういい。情報ありがとう。ユーマは大金を置き、席を立った。にゃポカポカするにゃ。イーナは頬を赤く染め、頬の匂いが回った様子だった。宝の水ぎるなって
女を支え